今回取り上げるのは押井守監督の2004年の作品広角機動隊の続編であるイノセンスを取り上げます。数多くの SF 文学やアフォリズム、聖書からの引用が多用されていて難解な作品だとされていますが、私なりに整理して解説したいと思います。まずは最初に映画に入る前に知っておいた方がいい情報からいきましょう。すでに知っているという方はチャプターから飛ばしていただいて大丈夫です。物語の世界設定は未来で、人間社会は機械化が進んでおり、義手、義足、義眼などサイボーグ化は当たり前で、脳みそも外部記憶装置、つまりネット経由のデータベースやクラウド的なものが脳に直接接続されて電脳化しています。体がサイボーグ化しているので、逆にじゃあ人間が人間といえる本質的な要素は何なのかといった時に、作中ではそれをゴーストと呼んでいます。前作までの主人公であった少佐草薙素子はすでに肉体を捨て、ネット上のデータとしての存在に変わっています。いわばウイルスとか自律的なプログラムであるとか AI とか、そういう存在としてネット上で悪と戦い、バトを見守る守護天使となっています。主人公バトはその少佐を昔から好きだった男性で、未だに会いたいと内心思っている。以上は前提として知っておきましょう。次にテーマの前にあらすじだけをざっくりと解説します。見ていない方はご注意ください。ある日、少女型の愛玩用のアンドロイドであるガイノイドが暴走して所有者を殺害するという事故が立て続けに起こります。これを操作するキューカが暴走するガイノイドを追い詰めていくと、ガイノイドは助けてという言葉を残して、まるで自殺のごとく自らを破壊します。ロボット工学三原則にあるように、ロボットは人間に危害を加えてはいけないこと、また事故が壊れないように行動することをプログラムされているため、正常稼働している限りにおいては殺人も自害もプログラム上は考えられません。一体何が起こっているのかをキューカのバトーが操作していった結果分かったことは、ガイノイドの生産元であるロックスソルス社が人間に極めて近い最新のガイノイドを製作して大儲けするために、ヤクザ組織と協力、人間の少女を誘拐し、そこでゴーストダビングといって彼女たちの精神をアンドロイドにコピーしインストールするという法律では禁止されている危険な行為を行っていたということ。そして少女たちはこの誘拐事件を誰かが調査してくれるために暴走事故を起こしたらいいんだと考えて、持ち主たちの殺害を自分たちで意図的に起こしていたんだということが分かります。そして少女たちの真相を知ったバトーによって救出されます。以上があらすじとなっています。ではこの物語を通じてイノセンスのテーマとは何だったのかをこれからお話していきます。この映画で行われるさまざまな引用は、実は言わんとしているテーマを理解した瞬間にほとんどの引用の意図がわかるようにうまく引用が使われています。その大きなテーマは魂とは何か、これだけになります。作中ではこの魂なのか意識なのか自我なのか、そういったものをゴーストと呼んでいると説明しました。特に草薙素子少佐はもうネットに溶け込んでいるゴーストのみの存在とも言えるので、よりそのテーマに向かって突っ走っていってしまった存在で、そんな少佐を未だに好きなバトーの心もまたゴーストのささやきを聞いているわけですね。続いてこの大きなテーマを考える取っかかりになるために、いくつかある問いのことを小テーマと設定して説明していきます。魂とは何かということを考えていくのに便利そうなのは、魂があるものとないものでありなしで比較するのが一番わかりやすそうですね。そこで小テーマは、人間とロボットを比較として見たときにその違いや関係性はどういうものになるかとなります。この小テーマ、人間とロボットの関係性を扱った SF は昔から本当に定番ではありますね。
本作ではこのロボットはホニャララだの部分に以下に挙げる3つの仮説が出てきます。物語の構造はバトーがさまざまな人物やイベントを通じてこの3つの仮説を順繰り体験していくという流れに沿っていると見ることができます。まず作中冒頭でロボットの検視官のハラウェイさんが矢継ぎ早に意味深なことをしゃべります。観客の皆さんもトグサのようにこのおばちゃんは一体何を言ってんだろうとなりますよね。ここから仮説の1がスタートするわけです。では見ていきましょう。ロボットは人間の存在を映す鏡である。なぜ人形やアンドロイドは人間の姿をわざわざ似せて作られるのかという話をまずハラウェイさんが語っています。あらすじでも解説しましたが、結末自体がそれを証明するものとなっています。さらにこれは現在の私たちにとっても身近な例でも該当するんではないかと思います。なぜ統計学の一種である人工知能が感情や意識などを人間のように考える日が来るという想像を我々はいつもしてしまうのか。いちいち人間っぽいビジュアルやキャラの設定をつけたがるのか。それらの中身は実際には単なるプログラムですし、条件分岐を経て分類された0か1の信号の集まりでしかありません。作中には何度も生死の去来するは宝刀の傀儡たり、人間は最後死んでしまうとき操り人形の糸が切れるように死んでしまうという意味ですが、これも要するに人間と人形は似ている、あるいは死んだ人間と人形は似ているという意味になるかと思います。また人間に似ているという意味でこれを鏡としても作中で表現しています。鏡は悟りの具ならず迷いの具なり。鏡を見て自分の悪いところを悟って反省しようと思っても、むしろ見れば見るほど嫌な部分が見えてきてうじうじ悩み事が増えてしまうものですという意味。こうした仮説1で示されているのは、いわゆる近代的自我の問題だと思います。人間が人形を自分そっくりに似せようと作ってしまうのは、そこに自分の姿を見ているからだという自我の話。仮説1はとりあえずこれで終わりです。続いて2つ目に行きましょう。ロボットは人間の子供である、あるいは人間の範囲にもう含んでもいいのかもしれない。このテーマを理解するには引用もなされているリチャード・ドーキンスの生物学の知識が必要なのでちょっと説明します。ドーキンスの説を説明する前にダーウィンの進化論を一旦おさらいしてみましょう。ダーウィンは生物というのは環境により適応するように変化したものが適者生存で生き残る。適応できなかったものが自然淘汰される。そうして生物は形態を徐々に変化させてきたと考えました。しかしダーウィンの進化論だけでは説明がつかない現象も生物界にはよく見られます。なぜ働き蜂は自分の生存を犠牲にしてまで女王蜂を守ろうとするのか。適したものが生き残るだけであれば、生き残れなかった女王よりも生き残った蜂が代わりに新しい女王になる方がベターですし、むしろその方が適応としては正解で助ける必要はないはずです。あるいはカマキリのオスはなぜ生殖活動をした直後にメスに栄養分として食われるのだろうか。それは一見利他的な行動に思えますよね。そこでドーキンスは考えました。これまでは自分や個体などを生物の最小単位として捉えていたけれども、さらにもっと細分化してみると個体の中には遺伝子というものが存在しています。この遺伝子は染色体なので自己複製、つまりコピーして親から子へと同じものが受け継がれていきますね。すると同じ遺伝子を持つものの中でも年老いた個体が犠牲になっても若い方を助けた方が遺伝子自体は長続きする場合も出てきますね。つまり一見自分を犠牲にし利他的な行動や生存本能を無視した行動をとっているように見えて、実は遺伝子にとっては遺伝子自身がより広く長く
生存できる利己的な行動をとっているというふうには考えられないだろうか。そしてドーキンスは個体というのは遺伝子の乗り物に過ぎないのではないかという言説を展開しました。さて、このドーキンス博士はさらにこの考えを発展させていきます。個体は遺伝子の乗り物に過ぎないという言葉をさらに変更して、個体は遺伝子の表現形であると言いました。ちょっと乱暴な表現になるかもしれませんが、私たちの目も耳も鼻も全て遺伝子がこう表現しようとデザインしたものだという感じ。この考えはさらに肉体の外にまでも延長されます。ドーキンスはビーバーを例に挙げて、ビーバーが本能的に作るダムも遺伝子がデザインしたものであり、この定義の上においてはビーバーの目や耳や口の形状やその機能とそれが作り出しているダムも表現の仕方が違うだけで同じものとして一括りに言えてしまうかもしれないと。話が長くなりましたが、それを人間に置き換えるとどうなるかというと、人間が作ったロボットもビルもエトロフ経済特区も文明も全て人間の肉体そのものと同じように、人間の遺伝子の中に含まれる情報が外部にどんどん伝播し延長していったもので、その表現の違いでしかないということで、それが作中に出てくるこの引用の意味。これが仮説の2つ目です。そして仮説の3つ目。ロボットは人間が作り、そして人間よりももっと神に近い存在かもしれない。エトロフ経済特区に住んでいるキムという名のハッカー、非常に有名なループのシーンですが、人間をやめて自分は人形になりたい。なぜなら人形の方が人間より優れていて神に近いからだと考えています。は？ですよね。もう少し噛み砕いて説明しましょう。彼はこの世界は神様が作った、いや神様がプログラムした完璧な法則にのっとったものであると考えています。そして人間の意識とか感情、つまりゴーストのようなものは限りのある不完全な認識力であるため、プログラムの中に起こる単なるエラーコードの一種、マトリックスの裂け目なんだと考えています。よって彼は不完全な自意識など持たない人形とか動物の方が人間よりよほど神に近づいているし、自意識を持ってないアンドロイドは最高の存在だというかなりエッジの効いた思想を持っているわけです。さて、最初にお話ししましたが、バトーはゴーストしかもう持たない少佐を愛しています。なので彼はゴーストなんかエラーに過ぎないだろと言われるとカチンとくるわけです。つまりバトーの考えとキムの考えはこの点で完全に対立します。バトーはイラついて、じゃあお望み通りお前をハックして人形として使ってやるよと言ってキムをハックし、ロックスソルス社のセキュリティ用のデータを抜き出し、それを使い事件を解決します。これが仮説3の結末です。ここまで聞けば映画が始まるファーストカットで引用されているリラダンの言葉も大体皆さんわかるのではないでしょうか。さて、私は仮説を3つだと説明しましたが、実はあれは嘘をつきました。最後に4つ目が存在しています。しかもこの4つ目はこれまでの仮説すべてを重ね合わせて使用したことで誕生する。人間もロボットも動物も全てにゴーストは宿る。それが実は主人公バトーが最後に得得した信念でもあり、この映画で最も重要なポイントでもあります。ラストで保護した少女たちにバトーは暴走を起こせば人形たちがどうなるかは考えなかったのかと、なぜか被害者の少女を叱り人形側に立ったセリフを言います。このセリフはかなり意味不明だと物議を醸したようですが、この仮説4にバトーが至っていたということを理解していれば、実はそれほど違和感もないセリフです。バトーはキムのように不完全な自意識を持っている人間と
それを持たない人間をというふうに分けて考えているのではなく、むしろ人間も肉体を持たない少佐も人形も愛犬ガブリエルのような動物も全てが本当はゴーストを宿している価値ある存在なんだとほとんど信仰心のごとく信じています。そしてこのバトーの純粋な姿勢は、人形やぬいぐるみに名前をつけて話しかける生物と無生物の境界がまだ曖昧な子供たちと同じイノセンスだとこの作品では言っているわけですね。そしてその信念、少佐のゴーストをあくまでも信じて追い続けるバトーの孤独な旅に対し、エンディングテーマであるアランフェス協奏曲が Follow Me と答えます。さて結局大テーマであったはずの魂って何なのかに戻ると、実は結局答えは出ていませんよね。その部分ではモヤモヤが残る方もいるかもしれません。しかしこの映画はゴーストというものがあるかないか結局わからなくとも、あると信じ続けたいバトーのイノセントな恋物語という内容なのです。オープニングでは細胞分裂から始まり、それがアンドロイドになっていく CG が長尺で入っていますが、これはこれまで話した仮説1から4までの全てが実はこのワンシーンだけで表現できています。押井監督の恐ろしい構成力が光りますね。以上がイノセンスのメインテーマを僕なりに整理した形となります。また他の作品と同様、胡蝶の夢であるとか水槽の脳であるような他の世界観同様、今作にも生かされています。以上がイノセンスの解説となります。ご視聴ありがとうございました。